お疲れ様です。2ための北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。はい、今回もね、キジトラレッスン第8弾、8回目ですね。で、今回の工程では、いよいよね、顔の模様を入れていきます。あと鼻を作ったりとかね。そんな最終段階のね、工程に入っていきます。で、僕のやり方は、この植毛した後にね、顔だけは、後から模様を入れるっていうやり方なので、比較的ね、模様は入れやすいんじゃないかなと思います。だけど、それなりにね、やっぱりこの細く見せるためのコツだったりとか、いろいろそういったものもあるので、動画の中で解説しているので、そういったところもね、しっかり見ながら、ぜひね、虎模様作ってみてください。はい、それじゃあね、レッスン始まります。はい、頑張ってください。はい、今回の工程では鼻の装着、それからね、いよいよ縞模様をね、入れていきます。まずはね、鼻からつけていきましょう。今ね、これ、焦げ茶色のね、メリノを指先でねじってね、こう小さく米粒ぐらいの大きさ、もっとちっちゃくかして、これをね、貼り付けていきます。で、この時ね、思い出してね、猫顔を作る時のポイントね、レッスン1の時の話。猫の鼻は、しっかりと三角形、正三角形になるように作ってあげる。もちろんね、鼻の穴の部分とかは、作らなきゃいけないんだけれども、全体的な形としては正三角形をイメージして作る。これがね、丸い鼻になっちゃうと犬のような顔になっちゃうし、あまりね、潰れた三角形にしちゃうと鼻の下がね、長くなったり、ちょっとね、バランスが悪くなるから、ここは綺麗な正三角形を作るつもりで、まずは貼り付けてあげる。そしてね、その形が大体できたら、鼻の穴の部分で、今見えるかな、これね。鼻の穴の部分を、形をね、作っていってあげる。で、今ね、これね、左側がね、形おかしくて足りないから、そういう時はこれってね、少し、また同じ色のメリノを丸めて、少しずつ足してあげて、形を整えてあげる。でね、今見せてるのはね、鼻をね、フェルトで作ってるけども、これね、もちろん何でもいいからね、素材は。樹脂粘土で作る人もいるだろうし、あるいはね、鼻のパーツも売ってるからね、そんなのでやるのもいいだろうし。はい、良ければね、下書きの方に入っていきます。で、下書きに入る前に、ちょっとね、この図を見てほしいんだけど、猫のね、その虎模様の入り方って、基準になる形っていうかがやっぱりあって、で、おおむねね、こんな風に僕は認識してるんだけど、こんな感じで覚えていくといいんじゃないかなと思って、色分けしてるところから説明していくと、まず赤い線ね、頭の天骨部分は、今、ど真ん中はさ、3本で描いてるけれども、もちろんね、その子によって模様の入り方、本数は違うから、それに合わせてほしいんだけれども、どんなに単純に作るにしても、この、まず真ん中の3本線、長い3本線、これはね、最低でも簡単に作るにしろ、3本を入れた方がいいよねっていう話と、その両サイドの赤い線ね、そこも当然入ってきて、その両サイドの赤い線はどこにつながっていくかというと、この青い線ね、目頭の部分から伸びていくこの線につながるように2本ね、本当に目頭のところから伸びていくのと、目の上から伸びていくこの線が合流したところの先にその赤線がある。そして本当目の端の方にね、ちょんちょんってある線、これもね、必ず絶対大体あると思うから、猫の写真よく見てほしいんだよね。で、今度ね、黄色い線の部分、目尻のとこから流れる線、そしてその目の下に、これはね、明確に線が入る子もいるし、ただ色が濃くなるだけの子もいるし、あとその下にね、もう一本線が入る子もいるし、入らない子もいるけど、大体ね、このパターンが虎猫を作る時の模様の入れ方だなって覚えておくと、結構ね、個体差があっても臨機応変に対応できるから、まずは基準として持っていくのがいいんじゃないかなというところでね、まずこれを覚えておくこと。で、これを見ながら、思い出しながら、ちょっとね、これから、下書きをしていくところ、それから模様を入れていく動作をね、見せてほしいんだよね。はい、じゃあね、実際に下書きの方入っていきます。さっきのね、図を思い出してね、どういう風に線が入っていくのか。で、今ね、こうやって書いてるけれども、ベースの時にも一度書いてるからね。だからベースの時に書いてるのは、この時にすんなり書けるように、練習なんだよね。僕の中じゃ。
これ、ね、さっき言った青い線の部分だよね。で端の赤線の部分につながっていく。でこうちょんちょんっていうところね。あとは目尻の方に流れていく。でこのね目尻から直接流れる線ね、上の方に上がる子もいるし下がっていく子もいるし、それは個体差に合わせてしっかりね模様、写真見て模様を描いてあげる。今回はねざっくりとオーソドックスにこんな感じ。ここまで描いたらね大体もう完成のイメージが湧いてくるよね。でじゃあ次の工程はここからねまずね一回アイラインを入れます。アイラインね、これはね黒のメリノを入れます。でこれはね今回そのまま真っ黒なのを原色そのまま使うけど、その子のなんだろうな、モデルの子のねそのアイラインの色によってはやっぱり混毛した色を入れてあげた方がリアルに見えるし、あんまりね真っ黒すぎるとねちょっとね白々しくなっちゃったりもするから、ここの色使いもね気をつけながらやるようにするといいよ。今回はね黒を入れるけどね。でねこうやってアイラインを入れていくとまたねこの作品の目の大きさが一回りね大きく見えるようになるから、そういったところもねちょっとね考えながらっていうかね確認しながらやるといいよ。でアイラインのねこの太さなんだけれども、あまりぶっとくしちゃうとぬいぐるみみたいに見えちゃうから、ここはね太さに十分注意すること。かといって見えるか見えないかくらいにしちゃうとちょっとねしっかりとした目力のあるね作品が作れないから、ある程度は見せるんだけど太すぎるのはちょっとね厳禁で、これもね微調整しながら全般的なね仕上がりを見ながらね、ここもね何度か調整をねしていくのでね。でよかったらね反対。はい、ここからねちょっと3倍速で流すのでね作業の方見せてください。はい、それじゃあここからねいよいよ模様をね入れていきます。で今ね混毛してるんだけど、これねちょっとね手元映ってないんだけど、混毛してるのは何を混毛してるかというと、ちょっとね濃いめの色にするために今までね使ってたこの毛色に使ってた茶色、それに黒をね混ぜてます、多く。でまずね頭のとこから入れていくので、少しね針先でねかき分けて溶いといてあげるっていうかな、分け目をつけといてあげるっていう感じだね。でこの今毛の量見てほしいんだけど、毛の量ねちょっと向こう側が透けて見えるくらいでいいから、まずはねこの中央の頭のど真ん中の線ね、これを入れていく。でこれはねスピード針で入れてます。で抜けないように返してねこの根元刺してあげる。こういう感じね。でこれはね今ね毛を起こしてるのね、周りの寝ちゃった毛をこうやって起こして毛をね一緒にしてあげる。でハサミでカットしてください。で針先でね毛を溶いてあげてってやるとこう自然な感じに馴染むので、で
抜けそうなところをねもう一度刺したりしてね。でこれも入れる毛のね1回のこの量が多いとめちゃくちゃ線が太くなっちゃうから。はい、次入れるのはね目頭から流れていく部分。結構僕はねこのメインになるところをまず決めてから、あとは細かいところを入れていくんだけども、まず頭の中心入れた後、この目の上の線を入れていくと。これね入れてただカットしただけだとね今みたいに太くて不自然だから、しっかりとこうやって針先で溶いてねなじませてあげる。でこれね僕ねいきなりこうやって入れてるけど、できれば最初ね一番最初ど真ん中の毛を入れた時のように一応ね針でいいから分け目つけてから入れた方がいいです。僕はちょっと慣れてるんでねこうやってやっちゃってるけれども、まあこれでもできるんだけどね、ただ毛を起こさなきゃいけなくなるから。ちょっとね今ね多かったから少し抜いたんだよね手で。でこういうこの微妙な太さもねちょっとね調整しながらやってみる。ここからはねちょっと2倍速のままねこのままちょっと作業を見せるんで、しっかり見てください。どういう風に入れてるのか。基本は一番最初頭のね中央線入れた時のように、できるだけ本当はこう模様を入れるとこは最初に分け目をつけてから刺していった方が綺麗にできます。まあ、僕もやってるみたいにねいきなり分け目つけないで入れてもいいんだけど、こうやっていきなり刺す場合はこの刺した後しっかり周りの毛をねこうやってしっかり起こさなきゃダメです。はい、じゃあねしばらくね作業の方を見ていってください。
はい、模様がね全て入ったので、ね、次はね今度はね口元、鼻下とかねこの辺のねラインをちょっと入れていきます。でここもね使う色としては真っ黒を単色で絶対使わないこと。やっぱり、ね、すごく白々しくなっちゃうんだよね。だからここもちょっと茶色を混ぜたような体に使ってる毛色ね、それに少し黒を混ぜて、少し濃い色にして入れてあげる方が自然に見えます。模様を入れてね口元のラインとかも入れたりしたら、あとはねもう今やってるみたいにとにかくもう細かい凹凸をねしっかり表現していく。もうこっからはね細かい作業です。で使うのはねもう細針か極細針でしっかりね整えて、でコームとかでね今こう毛の流れをねこれ作りながら無駄毛を取ってるんだからね。はい、顔がねだいたい整ってきたらね、ここから耳の内毛を入れていきます。僕はねこうやってこの段階で入れるようにしてるんだよね。これはねでも耳のねこの内毛はね先に入れた方が多分やりやすいと思う。僕はねもう慣れてるからこれでやっちゃうんだけど、あまり効率的には良くないよね。やりにくいし。これね手刺さないように十分注意してやってください。でこの耳毛の内毛の長さもねモデルの子によってやっぱり耳の毛の長さ違ったりするから、そこしっかり合わせてあげる。あとこの毛のね入れる角度を見ててほしいんだけど、僕はどちらかというとこう上に向くように毛を流すんだよね。折り返してこの上に向くように。この折り返しの時に普通に素直にそのまま方向付けしないで折っちゃうと全部下に向いちゃうから、するとねちょっと不自然に見えちゃったりもするから、上に向く流す毛、下に向ける毛っていうのがこういろいろ場所によって変えなきゃいけないんだけども、そういったところもね気をつけながらやってみる。あとね絶対こうやって浮いてる毛があるから、そういうのはねこうしっかりカットしてあげる。コームでね毛の流れ整えてね浮いてる毛を払ったり、あとねこれね極細針です。極細針使って毛の流れをね作りながら上からまたね刺したりして、その毛の向けた方向をね固定してあげるっていうかな。こんな感じでねとにかくもう微調整です、この段階に入ると。でね今回はねこれねちょっと簡易的にマジックでやってます。ひげの生え際の穴、毛穴のとこね、毛穴っていうかな、模様黒いのね入れるので、これ本当はめんどくさがらずにフェルトでやった方がいいです。でもマジックでやってもいいし、ただねこれマジックでやると気をつけなきゃいけないのは、長いことねちょんってつけてるとインク広がっちゃうから、これね気をつけることで、今こうやって手で触ってるでしょ。乾いてないうちに手で触ると全体的に滲んじゃって、このね白い毛が真っ黒になっちゃうから、マジックでやるときはね十分注意してね。こんな感じだね。もう完成が見えてきたよね。でねこれマジックで鼻の穴、それから鼻の真ん中の線とかね、周りの黒いところとかはもう簡易的にねマジックなんか使ってもいいし、ただねマジックねじわーっと後からボケちゃうから、絵の具使うのもいいし、ね、アクリル絵の具ね少量やってはみ出ないようにねやるのもいいし、フェルトでやるのもいいし、もう何でもありなんだから、あまりね固定概念を持たない。フェルトだから全部フェルトでやらなきゃじゃなくて、ちゃんと表現するために何を使ったら適切だろうを考えてやればいいだけなんだから。はい、こんな感じね。ちょっとね仮でねフレームの方にちょっとねセットしてみてるけど、こんな感じになります。はい、今日の作業はここまで。はい、レッスンお疲れ様でした。今回はねトラ模様を入れるっていうことをねやってみました。
較的ね、やりやすいと思うんだよね。植毛しながら、こう、模様を入れていくのってかなり難しいじゃない。狙ったところにね、入れたつもりがカットしてみたらずれてるとかね。で、このやり方だと、狙ったところにね、模様を入れれるから、いいんだけど、でも欠点としては、やっぱりね、後から入れてるから、どうしても抜けやすい。ちゃんとさせてあげないと。だから、このやり方、後から模様を入れるっていうやり方はね、顔だけに限定した方がいいんじゃないかなと思います。で、僕もね、実際作品作るときは顔だけです。後から模様を入れるのは。で、体については、やっぱりこう、植毛しながら模様も一緒に入れていくっていうやり方をしています。顔と体で植毛のね、模様の入れ方が違うんだよっていうことで、ちょっと認識しておいてください。はい。じゃあね、次回いよいよ最終回です。次回はね、このヒゲの装着、それからね、目玉を交換しなきゃいけない時ってあるじゃない。そういう時、どうやって変えてるのって、まあ、普通にね、目玉外して入れるだけなんだけど、大した作業じゃないんだけど、でもやったことない人はね、ちょっとかなり大掛かりな作業になると思うから、一応ね、次回でそんなやり方もね、話すので参考にしてもらえればなと思います。で、次回最終回なので、虹玉添削の要領、今回ね、この一緒に作品作り上げた人、希望する人には、有料だけど、僕の方でね、アドバイスをするので、その添削の要領、応募方法なんかも、次回ね、動画の最後でね、お知らせしたいと思います。はい、そんなところです。はい、今回もね、最後まで見ていただきありがとうございました。はい、ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。